ちは、ハイジーです。今日はゆうこ山田さんからのリクエストで、武蔵新城駅近くにありますニーハオという中華料理屋さんで買えるお弁当がどうやらすごいボリュームだそうなので向かっております。あと6分7分で着くみたいなんですけれども、武蔵新城駅っていうのが個人的に行くの初めてですので、すごくワクワクしておりますので、食べ終わって余裕がありましたらおまけ動画として街ブラ動画みたいなのも撮れたらいいなと思っておりますが、もう満腹すぎて動けなかったらやめてみたいと思います。さあ、もうゴールの近くなのでこの辺のパーキングに止めてから向かうことにしましょう。パーキングに止めましたけれども、街ブラするっていう感じでもないのかもしれません。なんとなくね、なんとなくですけども、家がいっぱい建ってるっていう感じでございまして、変わったお店があるっていうイメージではないんですけれども、ここに急にお弁当屋さん、もうある。車降りてすぐ見つかりましたね。これです、これです。さあ、買ってまいりました。注文してから開けてくれましたので、もう、ほっかほかでございます。で、4分くらい待ちましたかね。で、ゆうこ山田さんからは、蓋が閉まらないほどの唐揚げ弁当と、ぎゅうぎゅうに詰まったチャーハンがおすすめですって言ってくれてましたので、僕の中では、唐揚げ弁当のご飯の部分が、チャーハンのものがあるかと思ってたら、そうではなくて、唐揚げ弁当は唐揚げ弁当、白いご飯が詰まった唐揚げ弁当と、チャーハンはもともと別のもので、一緒にはできないということだったので、どうしようって迷ってましたら、店員さんが、じゃあ唐揚げ単品とチャーハンでいいんじゃないって言ってくれまして、その買い方で行きました。だから、蓋が閉まんない唐揚げ弁当って感じには今回なんないと思いますけれども、なんかすごく持ってて、重い。一番重い過去。ただお値段もこの買い方ですと930円しましたから、それは重いよねってことなのかもしれません。では開けていきますが、うわ、ここまで。これは、一人で一回で食べる。蓋が閉まってませんでした。ありがとうございます。うわ、ただ、ずっしりだ。これは、一回で食べきるの無理な量だ。6個入りなんですけども、一個一個が丸々、でかい。でかいよ、これ。外に出ようとしてるよ。これ人間の格好だとしたら、へそ出しでいくくらいの開き方してますよね、蓋がね。ボリューム、重たい。めちゃめちゃずっしり重たい。ほんで、もう香り、すごいしょっぱい香り、嬉しい。それで、こちらもめちゃめちゃ重い。普通にチャーハン頼んだだけなのに、めちゃめちゃ重い。これ、一人前の量の設定がもう、すごいことになってるのかもしれませんけれども、こう開けていきます。頑丈だな。チャーハン頑丈。これの下に、これ、まだ、こう、切っての、はい、開けていきます。ガーッと、うわ、ぎっしりだ。そりゃ重たいよ。それ、この、めちゃめちゃぎっしり。ちょっと、蓋から上はみ出してるよ。すごいね。もうこの持った重さからしてどう考えても本当は、こんくらいあったものをギュッていってる感じ。プレスしてる感じ。これプレス飯だ。ただ、いっぱいさ、刻んだナルトとかもあるし、グリーンピースもあるし、すんごい美味しそうな具材が目白押し。ですからこれ、930円っていう、お弁当としてはもう相当高いっていうお値段かなと思ってたんですけれども、これね、二人で来て二人で買って、二人で食べて、余裕で二人ともお腹いっぱいになって帰れるっていうお弁当だと思います。あと最初に中華料理屋さんって言ったんですけれども、これね、お弁当専門でした。いただきまーす。では、唐揚げから、うわー、この、でかさ、計り知らない。待って。ちょっと待って。本当にでかい。めちゃめちゃでかい。持ち上げてまたでかい。で、なんかしゃくれてる感じはする。いや、すごいね。いかがでしょうか？このくらいのサイズ感でございますが、いかがでしょうか？とにかく、一口でいくのは絶対無理なサイズ感でございます。これ最強です。すいません。最強出ました。めちゃめちゃ美味しい。噛んだ瞬間に期待してました。サクっていう音がもちろん出るんですけども、サクを追い越して、
プリュンが入ってくる。柵に対してプリュンが割り込みしてくんの。これ電車乗る時だったら怒られるやつだよ。一発でわかりました。相当柔らかくて、相当美味しい唐揚げでございます。大好き唐揚げ。もちろんもも肉。めちゃめちゃ美味しい。衣がサクサクしてんのに、お肉が柔らかすぎて、サクって言わしてくんないから柔らかいの。いや、大好き。で、今、唐揚げを1個食べるのに、3口かかってますもんね。やっぱ量がすごいよ。で、チャーハンはチャーハンで、このくらいしか変ないっていう、1個食べるのに、3口かかってんのに。っていう、なんか変なもう、バランス崩壊、もうよくわかんない感じで今日なってます。とにかくうまっぷり桃唐揚げなんですけれども、これね、やっぱり唐揚げの味もしっかりしてるから、絶対普通のお弁当の白ご飯で食べるのも美味しいですよね。で、忘れてましたけども、チャーハンだけをシンプルに食べるっていうのも絶対必要だよね。これも絶対美味しそうわ。オンリーでいけるもん絶対。だってこの中にすでにおかずがいっぱい入ってるんだからさ。ほら。チャーハンは味付けそこまで濃くもなくて、すごく気持ちのいい、食べやすいチャーハンでございまして、ぎゅっと固まってたものが口の中で、パラッとほぐれていく感じ。期末試験の最後の1個の試験が終わった瞬間みたいな、解放されて喜んでるチャーハンで、お肉はこんな感じのサイズで、コロコロ入ってるイメージです。いや、美味しい。で、今、チャーハンも食べてて、お腹が結構落ち着いてきてはいるんですよ。腹ペコではなくなってきてるんです。それでびっくりしてるのが、唐揚げまだ1個しか食べてないんだよね、僕ね。ちょっと驚きです。少なくとも半分は食べましょうね。とにかく1個が大きいし、お箸の広がり方のこの角度、なかなかないもんね、ここまで広がるってね。これホチキスだったら下手したら1回上にクワって上がりすぎちゃって、もう1回戻すときに芯一発損するくらいの角度になってますが、で、今のね、部分的になるのかな、衣がなんかキュッと密集してる場所はなんかね、すごくしょっぱく感じましたね。あと僕今思ったんですけれども、今日ね、天気がめちゃくちゃいいんですよ。だからこれね、持ち帰ったら悪くなっちゃうのかなっていう気にもなってきまして、この場で全部行くしかないんじゃないかと思ってきました。美味しいから全然 OK なんですけども、これね、大食い動画です今日。グラム数とかよくわかんないんですけども、相当だからこれ。唐揚げもチャーハンも、とりあえずはもう3個目なので、そろそろいい音の柵をお聞かせしたいんですけれども。今のちょっと待って。やっぱ僕思ったのは、衣の、今噛んだのは、上半分はすごくサクッとしてて、サクッて音が出そうなんだけども、下が結構ね、柔らか衣で、ぐりゅんってすぐいっちゃうのよ、歯が。でもこれが失敗したら、僕一応さ、紅生姜のっけて食べる食べ方とかもやってみたいから、これが最後のザクザクチャンスね。っていうことで食べましょうね。ザクザク音。そんなに聞きたい人いるかな？でも唐揚げといえばザクザク音だもんね。ザクっていう音って全体的に気持ちいいもんね。唐揚げのザクザクとか、ドラクエのさ、階段をさ、登ったり降りたりする時の、ザクザクザクっていうのもなんか気持ちいいよね。あとパソコンで、ゴミ箱の中を空っぽにする時のザクっていう音、あれは気持ちいい。それに近い音をお聞かせしましょう。いや、出ましたね。完全に綺麗なザク、出ましたね。食べ方のコツ、つかみました。では、チャーハンでは、あえて使わずにいた紅生姜を、こちらにちょっといただきまして、これはアクセントになるよね、絶対ね。紅生姜唐揚げがめちゃくちゃ美味しいっていうのは、鳥達さんの唐揚げでも実証されてますから、これは美味しいでしょう。やっぱり合うね。すんなり美味しいって感じられる紅生姜のせ唐揚げでございます。で、あと1個ね、唐揚げ。結構もうお腹膨れてきた。チャーハンがあんだけあるって思ってたんですけども、意外と最後は唐揚げの方が多めに残るという、そんな状態。ただギュッとされてたチャーハンが口の中でパラパラパラって開放感を得たっていうことをさっき言ってたんですけども、なんかね、お腹の中に入ってきて、さらになんか広がってるっていう、そんななんか幅利かしてるっていう、そんな状態にもなってるように感じます。これに関してはもうね、唐揚げに尻尾までついてるっていう嬉しさ。はい。ごちそうさまでした。とにかく大満足でございまして、一人で食べるメニューじゃないのかなってやっぱり食べてみて改めて思いました。普通の唐揚げ弁当は
ここまでじゃないのかなっていうのも、ちょっとショーケースで見ましょうか。このくらいの個数で、サイズ感でございますが、とにかくこのね、今の僕の食べ方に関しては、二人で半々で食べて十分だと思いますので、ぜひ試してみていかがでしょうか。本当に美味しかったです。っていうのはいいんだ。それはいいとして、また変なコメントが来てるんだ。だから紹介しますけれども、修二さんからのコメント。ハイオクとレギュラーを半分ずつ給油したら、ハイレグになったよ。天才コメント。ハイレグ岡本夏樹。